いやー、これはやばいよ。すいません、本当に大変申し訳ございませんでした。すいません。はい、ということでございまして、前回ですね、マセラティが六本木交差点内でタクシーにぶつけられる瞬間という動画を見ていただいたんですけれども、結構反響が大きくてですね、その後の後日談ぜひ聞きたいというリクエストがたくさんありましてですね、第2弾としてこちらの動画作成をさせていただきました。例えば車の修理代とかですね、あとはですね、ちょっと突き指しちゃったんですけれども、その治療費であったりとか、タクシー会社とどういう話をしたんだとかですね、ちょっとそのあたりを動画にまとめましたので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、ということでございまして、タクシーの運転手とその後バトったのでしょうかということなんですけれども、結論から言うとですね、全くバトってません。前回の動画のですね、最後の方にも運転手さんの声皆さん聞こえたんじゃないかなと思うんですけれども、非常に低姿勢で丁寧な方でですね、びっくりするほど、真摯に対応してくれたといったこともありまして、私もですね、そういった相手に対してですね、上から目線でお前ふざけんなよと、これどうしてくれんだ、ガーッとですね、文句を言う気にもなれず、はい、終始ですね、私の方も紳士的に対応させていただいたということでございます。あと、六本木の交差点なんですけど、ちょうどですね、交差点のところに交番あるんですよね。皆さんご存知かと思うんですけれども、おまけにですね、数百メートル行くと麻布の警察署もあるんですよ。要はちょっと騒ぐとですね、おまわりさんがわら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 湧いてきちゃうようなですね、おまわりさんの人口密度が非常に高いエリアなので、極めて冷静かつ紳士的に対応させていただきました。で、相手のタクシー会社さんなんですが、某有名軽なんとかタクシーさんと、こちら実際の写真なんですけれども、ちょっとこれ以上はね、画面拡大するとタクシー会社見えちゃいますので、ここまでにしておきますけれども、総じてですね、大変紳士的に対応してもらいました。タクシー会社さんって結構ですね、保険金を出し渋ったりとかってよく聞くじゃないですか。そういうこともなくですね、今回は非常にスムースに保険金支払いまで行ってくれたと。では一体ですね、保険金いくらだったのかということで皆様気になるところかと思いますが、こちらです。はい、こちらですね、解決に関する示談書物損用ということで、本物のですね、示談書のコピーでございます。発生日時、令和7年10月30日、ドラレコにもですね、10月30日、日付、記載があったと思いますけれども、同じ日になってますね。で、発生場所、東京都港区六本木3丁目、交差点の真下ということでございます。で、当事者、甲乙、それぞれですね、タクシー会社名と私の名前が入っていると。では、事故原因状況ですね。甲が運転する車両が六本木交差点において赤信号で右折した際、左方から直進してきたオツの車両と接触する事故が発生したということで、皆さん、赤信号で右折した際というふうにですね、明確に記載があります。つまりですね、今回の事故、私の過失は0、タクシー会社10ということで、010で割合が決定しております。はい、そして示談内容ですね。以下の項目にて示談締結をすると、甲及び甲の使用者であるタクシー会社は、オツの損害と一切として、私に158万円税込み、及びレンタカー会社名66万円税込みをオツの指定する口座に支払うことで、本案件の物損を解決すると。これにより、甲及びオツの物的損害に関しては、債権債務がないことを確認すると。ということで、マセラティの修理代はですね、158万円ということになります。で、レンタカー会社名に66万円払うっていうことになってるんですけれども、これですね、実は車が乗れない間、約ですね、20日間ぐらいあったんですけれども、ポルシェのマカンをレンタカーとして借り受けていた、その代金ということになります。タクシー会社からするとですね、総額224万円の出費ということになってしまいます。でですね、マセラティの修理で158万円の内訳なんですけれども、ホイールに傷がついたのと、あとボディのリア周辺ですよね。
あそこに大きな擦り傷がついたと。これだけでですね、158万円の修理代が発生してしまったと。では次。実際にマセラティに乗っててぶつけられた時一体どうだったのかと。中にいた時の衝撃、あとはですね、ダメージ、乗員へのダメージ、どんなもんだったのかっていうのをちょっとお話しいたします。かわいそうな傷がここに。はい、実はですね、私、マセラティに乗ってて、車をぶつけられるのって、これで2回目なんですね。1度目の事故についてはですね、ちょっとこの後お話をしたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思いますが、2度のもらい事故を経験したマセラティへの感想なんですけれども、めちゃくちゃ頑丈です。1度目は後ろから鎌掘られたんですね。ところがですね、確かに車内への衝撃はあるんですけれども、ゴンっていう感じで、なんかびくともしねえぞみたいな状態なんですよね。で、今回の事故の時もそうなんですけれども、横から当たられたんですが、直進しててもですね、走行性能に全く影響なく、そのまま横からぶつけられたことも意に介さず、車線ぶれることもなくまっすぐ走行していました。もちろん今回もですね、乗務員にはやっぱりダメージあるんですけれども、車自体はですね、本当に頑丈、めちゃくちゃ守られてるっていう感じがします。これが一つマセラティに乗ってての安心感ということにね、つながるんじゃないかなと思います。では続きまして。実際に突き指してしまいました。人差し指。右手の人差し指なんですけれども、病院に5日間ほどですね、通院いたしまして、そちらの治療費及び慰謝料の内訳、こちらになります。東京海上日動さんの自賠責保険ですね。これはタクシー会社さんだけじゃなくてですね、我々もこれ自賠責保険入らないと法律違反になりますね。皆さんきちんとね、入るようにしてください。はい。で、自賠責保険はですね、保険会社さんから必ず支払われるそうです。で、上がですね、59,643円。これが治療費です。実際に私、病院で払ってはないんですけれども、これ保険会社さんが直接病院に支払う金額ですね。で、下がですね、慰謝料ということでございまして、45,900円。これはもう単純にお詫びの金額、お詫びのお金ということで、私に振り込まれる金額ということになっております。で、車の修理費用と合わせましてですね、トータル162万5,900円がですね、私に支払われる金額の合計ということになります。はい、では最後。ぶつけられたマセラティ、今現在どうしてるの？修理したの？ということでございますね。結論から言いますと、修理していません。では修理しないでどうしたのかっていうのをこれからお見せしたいと思います。かわいそうな傷がここに。おめでとうございます。ちょっとね、機会があって入れ替わりましたね。すいません。よいしょ。なんと新しいマセラティに乗り換えることになりました。マジかと。なんでそんなことできんのと思われた方、たくさんいらっしゃると思います。実はこれハマスタがですね、お金を持ってるとか持ってないとか、全く関係ない話で、どうやらですね、ディーラーさんの間では事故を起こしたオーナーさんに適用できるスキームっていうのがあるんじゃないかと、私考えてます。なんでそんな風に思うかというと、動画の前半でもお話ししましたが、マセラティぶつけられるの、これ初めてじゃないんですよね。1度目の時も今回と同様のスキームで、新しいマセラティに実は乗り換えることができてるんです。じゃあどんなスキームかって言いますと、前回の時はですね、遡ること3年前、千葉県でゴルフをやった後、自宅に帰宅途中ですね、東京湾アクアライン上で事故に遭ってしまいました。アクアラインって午後3時ぐらいからすごく混み出すんですよね。よく知ってる方いると思いますけれども、朝一で観光やゴルフでアクアライン使って東京方面から千葉県に行ったドライバーがだいたいそれぐらいの時間に帰ってくると。まんまとその渋滞にはまりまして、
あれね、不思議なもんなんですけど、今までスイスイ流れてた道が突然渋滞を起こすんですよ。あ、やばいくらいのですね、本当にギリギリぐらいのタイミングで急に渋滞を起こしたんですけど、マセラティはですね、強力なブレーキ積んでるんで、それでもピタッと止まることできたんです。ところが、後ろにですね、日産エクストレイル、これがほぼ車間距離取らずにぴったりと後ろについてたんですけど、バックミラーで覗きながらね、いや、こいつ本当に万が一の時止まれんのかなと、内心そう思いながら車を運転してたのをよーく覚えてます。そこで急に渋滞が発生して、まんまと後ろのエクストレイルが止まれなかった。ドカーンとマセラティに追突。で、さらにそれだけではなくて、その後ろに鈴木ジムニーもいたんですよね。そのジムニーもだいぶ詰めてたらしくて、さらにドカーンと、つまり3台の玉突き事故ということになるんですが、私はその事故の一番前だったので、2回も玉突きを食らうことになったと。で、この時の修理代がですね、確か70万円ちょっと、過失割合は0.10。当然ですよね。後ろから追突されたわけなんで、私は一切修理代を払っていませんと。そしてスキームにとって多分一番重要なのがですね、タイミングだと思います。3年前っていうと、ちょうど1台目のマセラティの新車保証期間っていうのがちょうど切れるタイミングだったんで、ディーラーさんとしてはそのまま修理して乗り続けるよりも、新しいマセラティに乗り換えてさらに3年の新車保証、これをつける方がお得だというふうに持ちかけてきたんですね。基本的にローンで私ね、支払っていますので、月々のローン額が減るなら確かに乗り換えてもいいなと思ったんです。事故の修理費用70万円プラス買取額の大幅アップ。それに加えて、車体をね、少し値引いてくれたということもありまして、なんと、新しいマセラティに乗った方が月々の返済額、ローンの返済額が少なくなっちゃうと。これはもう乗り換えるしかないっていうことで、今回事故に遭ってしまったガンメタのマセラティに乗り換えることにしたんですね。そしてそのガンメタのマセラティに乗ってもう少しで3年が経つっていう時期にまたもやもらい事故が発生してしまったと。ディーラーさんとしてはスキームがあるのでそれをもとに提案したという流れだと思っています。ただ今回乗り換えるんだったらマセラティレバンテの最上級グレードトロフェオの在庫があればぜひ検討したいと思っていたんですが、もちろん中古ですよ。新車だと2500万円以上するので、とても買える金額じゃないと。しかし残念ながらですね、ディーラーさんが抱えている中古車の在庫にも、トロフェオなかったということで、半分ぐらいはですね、諦めて、今回は修理して乗るかなと思っていたんですけれども、なんと、モデナ S の在庫が2台残っているという提案を受けました。1台は白。もう1台が青ですね。当然グレードアップしますんで、問題は月々のローンですよね。金額が大幅アップするんであれば、乗り換えは正直難しいと思っていたんですけれども、今回の事故の車体修理代金、158万円ですね。これを頭金にして、さらに事故車の買取価格のアップ、プラス車両価格、また今回も大幅に値引いていただいて、現在払っているローン金額に比べてなんとたったのプラス1万円アップほどで提案をいただいたと。つまりですね、1台目のマセラティとほぼほぼ同じ金額でローンを組めるということになるわけですよ。これはもう乗り換える以外の選択肢はないということで、マセラティレバンテモデナ S。ちなみにこれ日本で最後の新車マセラティレバンテだそうですが、乗り換えるようになったということでございます。今回結果的にですね、災い転じてなんとやらと言いますが、わらしべ長者的な形で新車に乗り換えることになったわけなんですけれども、若干ですね、3年後が怖いなと思っております。2度あることは3度あると言いますので、本当に3年後はですね、交通事故にはくれぐれも気をつけて運転していきたいなと思っております。また改めてですね、今回乗り換えることになったマセラティレバンテモデナ S の
カーレビュー動画、旅目線でご紹介したいと思いますが、時期未定でございます。それではですね、ハマスタの旅動画チャンネル番外編以上となります。ご視聴ありがとうございました。